どうも PDR さんです。100日後に死ぬワニ。知らない人たちのために説明しますと、100日後に死ぬワニはイラストレーター兼漫画家の菊池祐希さんがツイッターに投稿した4コマ漫画です。内容はワニくんが死ぬまでの日常を描いたもの。いろんなメディアに取り上げられて爆発的な人気を誇っています。最終話は現時点で76万リツイート、217万いいね。すげえ。PDR さんも毎日楽しく読んでました。で、最終回を読み終わって、いやー、終わっちゃったよ。で、悲しんでたところに、生き物係とのコラボ曲、生きる。書籍化決定。まあ、それは映画化決定。そして大量のグッズ。それ全部同じ日に発表したの？うん。ワニさんの死体が冷たくなる前に発表された。そんな言い方しなくても。生き物係とのコラボ曲の PV の PR プランナーが電通の人だということと、ワニさんのグッズをプロデュースしてる会社が電通と絡んでることが明らかになって、電通案件疑惑で炎上。電通って過労で社員を自殺にまで追い込んでほとんど罰を受けなかった広告代理店。その後、菊池さんと生き物係の水野さんが弁明生放送をしました。で、こちらの方が親切に生放送をまとめてくれたので、それを読んでいきたいと思います。電通は絡んでない。生き物係がコンタクトを取ったのは2月。YouTube 動画だけ電通に頼んだ。いや、動画だけとはいえ結局電通と絡んでんじゃん。まあ動画以外のものには絡んでないって言いたかったんじゃない？ベイシカ社はできたばかりのベンチャーで関わりは1月から、歌や販売もろもろは作品への熱量で100日目に間に合わせた。短期間でできたベンチャー企業が書籍化、映画化を実現させたり大量のコラボグッズを作ることってできんのかな？もしかしたらすごい優秀なベンチャー企業かもよ。それにしても従業員7人の小さな会社が100日で多くのグッズをデザインしてサンプル作って大量に注文できるもんなのかな？あとどこで生産したの？多分中国でしょ？中国は今例のあれで工場とか結構閉まってるんだよな。まあ本人たちがそう言ってるんだから今のところはそれを信じるしかないっしょ。少し話変わりますけど皆さんは Calvin & Hobbes と Garfield ご存知ですか？両方知ってる人はもちろんいると思うんですけど大抵の人は Garfield だけ知ってると思います。それはなぜだと思いますか？ Garfield は大量にグッズあるけど Calvin & Hobbes はほとんどないから。その通り。カルビン&ホップスはアメリカに住む男の子のカルビンと彼のぬいぐるみのホップスについての漫画。漫画は新聞で10年間連載し、単行本は世界で4500万部以上売り上げてるのにもかかわらず、グッズはほとんどありません。作者のビル・ウォーターソン曰く、漫画はそれ自体で芸術形式として存在している。そのため彼は Calvin & Hobbes の商品化を基本的に禁じています。その一方、Garfield。ラザニアが大好きで月曜日が大嫌いなちょっとぽっちゃりした猫。こちらも Calvin & Hobbes と一緒で新聞で連載された漫画です。確かまだ連載してると思います。Garfield の作者のジム・デイビスはCalvin & Hobbes の作者のビル・ウォーターさんと違って割と早い段階から Garfield を商品化していきました。単行本だけではなくアニメ、おもちゃ、ビデオゲーム、アルバム、おむつ、シリアル、グミ、電話、面白くない映画の続編、ハッピーセットのおもちゃ、KFC のおもちゃ、ポップバイナル、トレーディングカード、スロット、ペニ。わかったから！はい。こちらの2つの例を挙げましたが、どちらが正しいと思いますか？正解は自分の作品なんでお金儲けしようがしまいが個人の自由です。菊池さんはどっちかっていうとガーフィールド路線を走ってるんですけど、それは別にいいと思います。自分の作品でお金稼ぐのは全然悪いことではないと思います。ただ、皆さんが最終話を読み終わって、余韻に浸る間もなく PV、本、映画、グッズってやられるとちょっと冷めますよね。この漫画はグッズを売るためだけに作られたのかよとか、生き物係の YouTube チャンネルを宣伝するためのステマかよって思われても仕方ないよね。今の時代って流行りの入れ替わりすごい激しいと思う。でもみんな、そんなすぐには忘れねえよ。少しだけ間を空けて発表してもよかったんじゃない？本当に我慢できなくても、せめて1日だけでも開けてもよかったんじゃない？そうしてたらここまで炎上してなかったかもしんないね。でも個人的に一番がっかりしたのが、ワニさんとクロックスの
コラボがないことです。そういうことを言ってると数時間後にコラボ発表されそうじゃね？このアイディアタダであげますので、もしこのコラボが実現したら、売上の何%かください。お前も結局お金かよ！いやー、電通案件なのか、電通案件じゃないのか、ちょっと未だによくわからないですね。電通案件じゃないといえば、PDR3 パーカー絶賛発売中です。ジップアップバージョンとそうじゃないバージョンがございます。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録お願いします。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。やっぱちょっととはいえ、電通が関わってるのはね、しかも、生きるっていう曲の PV に電通が関わってるって、すげえ皮肉なもんですよね。はい、あと前回の動画とその前の動画はぜひぜひチェックしてくださいと。